次は PBT 大王の夜の普段の宮本ハリーさんです。園内は告白です。それでは宇田さんお願いします。私は人を簡単にはしません。しかしそんな私も人を愛したことがあります。私が好きになった人は私の幼なじみです。13歳からの友達ですが、その気持ちは少し変だと思ったから何も言いませんでした。それは私の大きな間違いです。15歳の時、私はまだ彼のことが好きでした。ある日、誰もいない教室の中で彼は私にお前が好きだと言いました。私は嬉しかったのですが、彼の言葉が信じられませんでした。私はあまり綺麗ではないからです。そして私は返事をしませんでした。しかし彼は突然笑い出して、さっきの告白は冗談だと言いました。私は悲しかったし腹も立ちました。本当に彼の顔を叩きたくなりました。そしてその日から私は彼と二度と話をしなくなりました。そして1年後、私は転校をしました。ある日、前の学校の友達から連絡がありました。友達はなぜ私が彼の告白を断ったのかと質問したから、私は本当に慌てました。誰の告白かと思いました。それからこの会話が始まりました。あなたの幼なじみでしょう。1年前に彼はあなたに告白をしたけど、あなたは断ったのよ。あなたも彼のことが好きだと思ったわ。だって彼はただ冗談だと言ったのよ。だからその時本当に怒っていたの。そうなの？しかし彼はあなたに告白をする前に私のところへ来たのよ。じゃあどうして彼は嘘を言ったの？あなたの顔はいつも美味しそうだから、彼は多分あなたに断られるのを恐れていたのよ。だからただ冗談だと言ったみたい。その時私はびっくりしましたが、一つのことを学びました。もし他の人が好きになったら、気持ちはちゃんと伝えるべきだということです。そして1年後、私はすでに彼のことを忘れました。その事件があって少し分かったから、長い間誰も好きになりませんでした。しかしある日、私の友人は私にある男性を紹介してくれました。そして私は彼が好きになりました。彼は私を友達以上と見ていないと思ったから、最初は何も言いませんでした。しかし前の学校の友達にいた時、彼女は本当に怒りました。なぜあなたは同じ失敗を繰り返しているの、このバカと叫びました。それから私は気づきました。彼が私を断ってもそれは関係ありません。彼から返事をもらわなかったかどうかは関係ありません。最も重要なことは何だろうかと思いました。私は私を信じるべきで、もう忘れてはいけません。そして私は WhatsApp を通じて彼に告白しました。彼は、すいません、あなたの告白を受けることができないと言ったけど、私はほっとしました。なぜかというと、彼のことをもっと短時間で忘れることができると思ったからです。だから他の人が好きになったら、その人にすぐ告白をした方がいいと思います。もしその人に断られても、その時辛いけど大丈夫です。他の人がいるから。もしその人が告白をしてくれたら、それは最高でしょう。私はまだその経験がありませんが、
そうなることを信じています。もちろんの結果でも後悔はないでしょ。ご清聴どうもありがとうございます。ありがとうございました。それでは質疑応答をお願いいたします。はい、素晴らしいスピーチありがとうございました。質問1つ目ですが、はいその高校生小さい頃の幼なじみの彼に連絡はしていますか？はい、今は普通の友達になります。じゃあ2つ目です。福田さんは今日のスピーチを聞いて恋愛に対して自分を信じて恐れないでいろいろチャレンジしていると思いますが、恋愛の他に自分で何かチャレンジをしていることがありますか？愛以外のことですか？愛以外のはい、今からもうすぐ EJU の試験があるから、はい、今から一生懸命に勉強しています。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。